みなさん、おはようございます。桐生ココの朝ココライブが始まりましたよ。皆さん、寝ている人は起きて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 くださいね。ちゃんと起きてんのかよ、こら。おいおい、起きろ起きろんかいこれ一回ね、やっぱミコパイセンのようにね、決めたかったんですよね。今日もいろいろなニュースが入っているということですからね、ちょっと見てみましょうか。今日もね、頭の上でガタガタ騒いでいるのが視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。起きろよ、こら。起きんかい。ガタガタ騒いでますね。うるさいですね、ガタガタうるさいんだよって言われたことないか、こら。いい感じですね。それでは今日も薬が切れそうでガタガタ震えている皆さんと一緒にニュースを見ていきましょう。まずですね、感謝を伝えさせてください。桐生ココ氏、チャンネル登録者38万人ありがとうございます。皆さん、とっても嬉しいです。38万人もの方に知ってもらいましてありがとうございます。本当に嬉しいです。やっぱりね、まだ新人なのですけど、でもこんなにもたくさんの人に愛されているということがとっても嬉しくて、モチベーションが爆上がりで、そして先輩方への感謝も爆上がっているということです。目指せ100万人頑張りたいと思います。みんなありがとう。ですが、でも次のニュースはなんと、これは秘宝が入っていますね。なんと秘宝です。アークの新マップ6月11日に導入延期になっちゃいましたね。こちらですね。これがアークの公式 Twitter からの発表です。これね、message from Studio Wildcard ということで、このようなメッセージが入っていますということでね、いろいろ今ちょっとアメリカのね、USA のご時世がちょっとやばいということで、いろんなとこでデモが起きていましたりするのみんな知っていると思うんですけど、これによりね、ちょっと延期をしますという発表をしたのですが、なんとこちらのリプライに対して皆さんからね、ちょっとね、厳しい言葉がかなりやられているようですね。間に合わないならそういえ。初めての延期だ。過去棒読み。いい加減にしろ。もう期限作って仕事するのやめろ。これはちょっとね、確かに今までのアルクの何日でやりますというのを間に合った試しがほぼ一度もない。ジェネシスに関しましても、あれね、ジェネシスもね、私が間に合うと思わなかったと言ってますけど、あれ、延期した後の日付ですからね。本当は12月に出ているはずだったので、ジェネシスもね。というわけで、ちょっとこのようにね、辛い言葉がね、ぶつけられているんですけども、有識者によると、アメリカは今大変だからね、今回ばっかりは、仕方がないんですかね、と思いますね。仕方がないですね。6月の、でもね、11にはね、出るということなので、皆さん6月11日以降のホローアークに期待をしてくださいね。新しくこちらのクリスタルアイオンズという新しいマップが出ます。新しい恐竜、新しいマップ。このマップに関しては私も全く知りませんので、私もね、自分がやったことがないマップをプレイするのは実は初めてになってしまうので、ちょっととても楽しみだと思います。
まあ6月に延期、こうね、ちょっとだけ延期、1週間延期ですかね、してしまいましたけどね。皆さんの意見は、みこぱいさんもよう見とる。みこぱいさんこれ、11日になっちゃいましたよね。なっちゃいましたけど、その結果ですね、もう今日ぐらいにはね、配信、出ていればしようと思っていた、俳人たちがですね、何が起こったかと言いますと、時間を持て余した俳人たちがまさかのアルファボスに挑戦してしまったんですね。これ皆さんアーク知らない人からしたらね、アークのアルファボスって何ぞやと思うかもしれませんけど、アークはね、実はボス、マップごとにボスがいるんです。そしてそのボスというのは3段階の強さがあるんですね。こちらアベレーションという現在プレイしているマップのボスはこちらのロックウェルシー、これがボスですね。そして強さがガンマ、ベータ、アルファの順で強くなります。私たちはね、この俳人たちはガンマとベータはもうクリアしまして、この2つはクリアして、これでよし次の世界に行くぞというね、感じでもう心の準備はできていたんですけども、というのもね、アルファってめっちゃ強いんですよ。この数字見てもらえば分かります通り、ガンマとベータってそんなに体力、このロックウェル氏の体力ですとか、ロックウェル氏の触手の体力は、ちなみにこのロックウェル氏は触手を全て8本ぐらいですか、触手がありまして、それを全部倒さなければ本体に攻撃できませんで、その触手はもう無限に生えてくるんですけども、このようなね、ちょっと体力ね、桁違いなの分かりますかね。ガンマとベータはそこまで差がないですけど、アルファになるといきなりドッカーンって増えるんですよ。つまり見てください、このね、ガンマの時の体力42000とアルファの時の15250、これ触手もうね、アルファに関してはもう触手4本ぐらい倒したらもうガンマのボス倒したのと同じぐらいになるぐらい強いんですよ。これぐらいね、ちょっと強いので、さすがにいけんやろということで諦めていたんですけども、結果何があったかと言いますとね、でもアルファいけるやろ、4人なら力を合わせていけるやろということでいきましたが、2回挑戦しリンチされ敗北。何が起こったかちょっとこちらを見ていただきたいですかね。ビリビリやべえな。みんな気絶した、やばい会長どこだ。会長どこにいいの。みんなどこでだよ。さどれだやばいやばいやばい。どこにいんのマジで。会長アイススープ気絶してるの。気絶しちゃってますね。やばい、村が離れてる。みんなもうご飯タイム使ってる。地獄。もうこれと無理ですよね。しかも今戦っていたのはボスではなく、ボスの周りに湧くめんどくさい雑魚たちですね。こいつらが強すぎるんですよ。もうボス出てくる前にこいつらに殺されるっていうね。もう無理なんですよね。というわけでね、残念ながらね、2回挑戦し、4人でリンチされて敗北。もうね、もうボッコボコですよ。悔しいんですけどね、実は。でもなんで2回行ったんですかと言いますとね、実はなんで2回行ったかと言いますと、前回のニュースでもお伝えをしたんですけども、ボスのステージに転送されますときに、ちょっと1回戦目がね、ちょっとアキチョコミココのはずがゴリチョコミココだったんですよ。また怒っちゃったんですよね。アキロゼパイセンが来れずにゴリラだけが転送されてくるという、アキロゼパイセンがね、ボスステージに転送されないんですよ。もう代わりにゴリラ来るんですけど、もうこのバグによりね、
1回で決めるつもりが2回戦う羽目になってしまったというね。まあ仕方ないでしょうね。もうみんなで行かないと勝てないんで、まあみんなで行っても勝てないかったんですけど、でも4人で行ってギリギリだったんですよ。本当にもうちょっと行けば勝てんじゃないかという感じだったんでね。まあでも皆さん安心してくださいよ。6月11日までありますからね。アルファボスリベンジ決定しました。もうさすがにアルファはもう絶対勝てないということで行かないという風にしているつもりだったんですが、もうこれ行くしかないよね。もうこれ行ったるわというわけでね、ちょっとまた4人での攻略ぜひ皆さん見守ってくださいよ。皆さんの意見はウホ欲しすぎだよ。ウホゴリラ来てますね。ガン決まりゴリラ頑張れ楽しみ。もうねもう全力でここはちょっと行かせていただきたいと思います。マジで配信だから、11日まで時間ありますからね。それだけ11日までの時間与えたら配信はね戦力整えちゃうんで、配信余裕なんで、そう皆さん応援してくださいね。日付が決まりましたらまた言いますね。それではどうすか、CM 行くかな。CM 挟む時間あるかな。尺的にCM 挟んだら足りなくなって、こんなこと言ってる間に CM じゃい。決めるタイプの朝ここやりすぎの看板ですね。FUCKFE パクリーやったらペイナッバル、あれ半分はもう死んでんで、これはクソ坂そういうことですね。さあ2種類かけさあ2種類かけますかそうか フーバイロン作った人誰だよ。何しとんねん。まったくもう勝手にこんなクオリティ高いもん作ってんじゃないよ。というわけでね、勝手になこと持ってきたとありがとうございます。有志の方がね気づいたらガン決まりすぎてね、また才能の無駄遣いをしてしまったようですね。それでは次のニュースです。なんとめでたいニュースが入っていますよ。なんとこちら6月6、つまり明日ですよ。皆さん明日わための誕生日になりますよ。イエーイわためおめでとうがもう少しだね。まだですかね。まだですけど明日おめでとうです。ありがとう。来たわため。やっぱ明日ねお誕生日なので、皆さんぜひぜひ明日ねお誕生日配信もありますので、皆さんお祝いの言葉をわためのねチャンネルに言いに行くべきなのではないでしょうか。皆さんからもねたくさんのおめでたいが来てますね。素晴らしい。これねわためのね誕生日配信もね私もね見に行きますので、みんなで監視しましょうね。それでですね、お誕生日といえば実は桐生ココ氏もね
今月誕生日があるんですよ。そしてこちらですね、プレゼントの受付が、キリュウココバースデープレゼントが今日までになっています。今日ですね、もう明日は送れないということになってしまいますので、もしキリュウココに誕生日プレゼント送ってもいいよという人いましたら、ぜひ今日までにね、今日までに送ってくださいね。この期間を過ぎてしまいますと、お手紙しか受け付けていないんですよ。お手紙はいつでも OK なんですけども、この期間を過ぎてしまいますと、受付ができないということになりますので、もっと早く告知した方が良かったのでは。もっと早く告知しとったわい、もちろん。最終日告知じゃい。こら。スイッチはね、スイッチはいらない。スイッチはね、高級品という認定をされてしまいますので、ダメですし、もし、なんかあって送られてきましても、メルカリ、そういうことが起きちゃいますね。というわけで、キリュウココ氏のバースデープレゼントを受け付け、この期間だけですので、ぜひ、後悔のないように忘れたみたいな人はね、でも私これからね、カナタンと一緒に住むから、そしたらある意味ね、カナタンの誕生日プレゼント送るの忘れちゃったよ。でもキリュウココ受け付けてるよ。これカナタンへって書いて送ろうっていうのはできるよね。できるよね。一緒に住んでんだもん。ねえ、そういうライフハックもあり。みんなで一緒に住めばいつでも誕生日プレゼント受け付けられるようになるで、実質。どう？このね、ルールを逆手に取るタイプの嫌なやついるよね。というわけで、ですがね、こちらね、実はプレゼントに関してね、マネージャーからこんな連絡が来たんですよ。マネージャーから誕生日プレゼントの先行分が到着しましたが、とてつもない量が来ています。みんなありがとう。そんなですよ、これ聞かれたんですよ。誕生日プレゼントの送付が遅くなっても大丈夫でしょうか。送付不要のアイテムあるか。もうね、こんなこと聞いてくんじゃないよ。当たり前ですけど、ダメです、ないですってもうね、送っときましたよ。そしたらね、了解です、間に合わせますということでね、マネージャーがね、死ぬもの狂いで間に合わせるということでしたから、皆さん安心してくださいね。とっても嬉しい、ありがとう。そしてさらにこの先クソザコ速報です。皆さんちょっとご存知かもしれないんですが、先日行われましたこちら、教えて国先生ミオパイセンとの英語教室コラボをさせていただきましたが、その際にですね、なんとこれミオパイセンがね、あらかじめ自分で用意しました問題ですね、問題を自分で解きまして、それについてお話をするということだったのですが、なんとですね、まさかのミオパイさん、問題の抜粋に失敗し問題の抜粋に失敗してトゥースしてしまったようなんですね。どういうことかと言いますと、これミオパイさんが選んだ問題、上見てくださいね、小さいですけど、Mr. Miller was kind a tooth during our stay in Sydney。 このね to us、 本来ならば2つの文字であるはずの to us、 これをね、問題から引っこ抜くときにもう参考文献からの引っこ抜きにすら失敗してしまいまして、to us がくっついてしまったんですね。しかもなぜかそれに気づかず、これを tooth として、なんとミラーさんは歯の飲み物のために歯と訳してしまったんですね。これはさすがに逃れられないほどクソ雑魚なのではないでしょうか。これはね、ちょっともうトゥースだと、歯の飲み物って何ですか。もうこれのせいでね、ちょっと意味不明なフェアなアイテムまで爆誕してしまっているんですからね。ミオパイさん、これやばいですね。
まあね、まあそれでもね、まあ素晴らしい英語教室をね開催したことにより、ミオパイセン、そして視聴者の皆さんの英語レベルが爆上がりをしているはずですからね。これに対し有識者はちょっと真面目すぎちゃいましたね。あまり面白みがないほど真面目に授業をしてしまいましてすいませんでした。でもね、意外と好評だったんですよ。もう笑いなしで真面目に授業をしちゃったんですけど、意外と好評でしたから、もうこれなんかを検討したいと思いますよ。それではね、ちょっともう皆さんね、ぜひ真面目コーナーをねちょっと一発作っちゃってもいいかしら。ありですよね。みんなもしコーナーできたら見に来てくださいね。私を押せば偏差値が50上がるということですからね。それでは次のニュースです。ガン決まり速報入っちゃってますよ。時間過ぎてるのにガン決まっちゃってるの誰ですか？なんとこちらですね、週刊ヤングジャンプ。これヤングジャンプ連載中のかぐや様は小倉世代。こちらの漫画の一コマに気になるコマがあるようですね。これヒルココナイフですね。これ右側に映ってるのは私これヒルココですね。これヒルココですよ。一体どういうことなのでしょうかね。こちらのコマはこれ見たことありますね。これ封印失敗逃げられた。これはまさかこれ見たことありますね。これ見たことありますよ皆さん。もしかして作者の方決まっておられるのではないでしょうかね。非常に危険ですね。しかもヒルココですからね。これに対し有識者は朝ここを昼に決めるのは危険。朝ここをね昼に決めるのは実は危険なんですよ。昼ここにすることによる危険はなぜかと言いますと、これ今決めている人たちは大丈夫なんですけど、昼ここになりますと、視聴者の方のねコメントが、動画に対するコメントが足されまして、濃度が濃くなっちゃうんですよね。そしてさらに夜ここになりますと、夜に朝ここを見ちゃいますと、もう英語字幕が追加されちゃうんですよ。でさらに視聴者のコメントもね追加されまして、これ非常に濃度が濃くなっていますので、もう危険ですからね、皆さんはね真似しないようにお願いいたします。それでは皆さん、今日も見てくれてありがとうございました。今日の天気は天気っぽいじゃないよ。天気書きなさいよ。全くもって、もう丸回転じゃないよ。くるくるして何が天気っぽいんだよ。このラーメンに入ってるナルトだよ。でも最近のラーメンって入ってないよね。というわけで今日のセーバーのパスワードはかぐや様、KAGUY ASAMA ということで、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。おはようございました。SHIT